こんにちは、MD ジャックです。4月になってもちょっと寒いですが、桜は綺麗でした。ハロハロー、耳の妖精ヒューマンモードミミです。愛の復帰はゴールデンウィークとのことなので、今回もミミ大忙しだよーん。今回のレビューは新しいモデルじゃないんでしょ？なんで？たくさんのイヤホンレビューをしていると、たまにタイミングを逃してしまうモデルがあって、アリアもその中の一つで、買ってから1年ぐらい経っちゃったんだよね。だけど、新しいモデルにばかり注目したいわけでもなく、アリアはいつかレビューしたかったので、今回時間を取ることにしたんだよ。そうなんだ。アリア好きなの？お気に入りだよ。アリアは2018年に低価格 DD モデルとして発売され、数ヶ月で販売中止になった経緯があって、2021年に改めてアリアの名を冠して登場した本モデルは、全モデルとは形状も性能も違うんだよね。なので、今回レビューするアリアは、アリア2とかアリア2021なんて呼ばれているので、アリア2と呼ぶことにするよ。はい、オッケー、アリア2。価格が1年前に買った当時は8000円台だったと思うけど、2022年4月時点では1万から1万1000円ぐらいになってるね。全体的な値上がりなのかな？そうなのかな？安いとこもまだあるみたいよ。今年になって限定生産モデルも登場してるので人気あるのね。みくちゃんこんなとこでも頑張ってる。すごいなあ。チューニングは通常モデルと一緒だということだから、初音さんが好きな人はどうぞ。と言っても限定生産だね。まだ売ってるのかな？みくちゃんも通常パッケージのこの D は歌姫のイメージだから、アリア2がボーカルに強いモデルだよって暗示しているようだね。外観はマット仕上げの金属ボディで上質な雰囲気。バックプレートのアートワークスタイルのデザインがムーンドロップっぽくなくて、そこがまたいい。微妙な点はステムにイヤピの返しがついていないので、耳から本体を外すとファイナル E タイプのイヤピだと耳に残ってしまうことが何回かあったね。でも写真の枠内のイヤピは毛がちょっと細めなので全然問題なかった。ドライバーは LCP 液晶ポリマーダイヤフラム素材を使用した大型の 10mm デュアルキャビティマグネティックダイナミックドライバーユニットを搭載。最近レビューしたトリポフィンリアーとか T ハイファイ T3 プラスも LCP を使用したドライバーで、後で波形比較するけど、この3モデルのチューニングはとてもよく似てるんだよね。金属ボディで片側 10g とどっしりしてるので存在感ある。大きさ自体はさほど厚みもなく小さめと言っていいと思う。大きめな KZ、ASF と比較したのがこれ。装着感は写真の通りで収まりはとてもよく、重さは特に感じない。金属ボディあるあるのひんやり感もいいね。冬はちょっと手で温めてからつけたいけどね。さっきチューニングが似てるって言ってたから、今回の音質比較は似た者同士でするの？そうだな。ちょっと悩んだ結果、最近トリポウィンディアーとティンハイファイ T3 プラスで比較してるから、今回はムーンドロップのエントリーモデル2機種と比較してみようと思って、クオークスと SSP を対抗モデルにしてプチムーンドロップ特集にしてみた。イヤピはファイナル E タイプ、ケーブルはトリポウィンジェリーで収録しました。クオークスはリケーブルできないので付属ケーブルです。では音質比較動画いきましょう。アリア2、クオークス、SSP の比較。ムーンドロップの手持ちモデルで、プチムーンドロップ祭りみたいだったけど、波形通りの音質の違い、分かったかな？
クオークスの 3kHz 付近のピークは分かりやすくて派手な質感っていうのはすぐ分かったよね。 SSP は中広域も 8kHz 付近のピークもしっかりあって全体的に広域明るめ。ただ 10kHz 超えると両モデルとも減衰が激しいね。中広域から広域結構波形が入り乱れてるけどレオトを思い出しながら見ると SSP の中広域から広域が一番出ていると思ったわ。減衰ポイントが少なめなのが要因だろうね。 SSP もクオークスも過去動画があるので詳しくはそちらをご覧いただければと思います。で、本来のアリア2は？はい、まず単体波形ね。低域はさほど強くないように見えるけど広域のレベルも同じぐらいなので実は低域しっかり出るんだよね。 200Hz から 1.5kHz の大域の減衰も少なめ。 2km から 5kHz あたりまでの大域も減衰らしい減衰もなくしっかり出てる。 5km 以上の広域はよく見るカーブで 8kHz 付近のピークもしっかりあるよね。それ以上の大域のカーブはイヤピがファイナル E だとこんな感じだけど例えば単ジジム TAPB トレブルだとこんな感じでかなり違う結果になるのでこのチャンネルでは常々お伝えしてるけど比較の基本イヤピをファイナル E にしているわけ。ほんとね、こんなに違っちゃうんだ。聞こえ方はどうなの？まずこのイヤピ比較での広域は単ジジム TAPB の方がきつく感じた。ここがはっきり言えるわけではないけど 10kHz 以上の違いに比べ 6kHz 付近の減衰の違いの方が聞き分けやすいこともあるからかな。アリア2は中域の減衰が少ないこともあって全体的にパワフルで濃密な質感に感じたね。ボリュームを上げていくことでより進化が発揮されてくるように感じ広域もしっかり抜けてくるのでファイナル E の組み合わせが個人的には好き。ジャックさん中域の減衰が少ないの好きだよね。そうだね、きついドンシャリがあんまり好きじゃないんでね。アリア2は1年使ってるけどこれからもっと活躍する機会が増えそう。アリア 2T3 プラスリアーの比較。最後にダイヤフラムに LCP 素材を使用した3モデルの波形比較ね。やっぱ 8kHz ぐらいまではかなり似てるよね。以前トリポウィンディアーとディンハイハイ T3 プラスの波形を公開していてその時はかなり似てる波形だなって思ったけどディアーとアリア2の方がもっと似てる感じね。実機での聞き比べで感じるのはディアーを一回りパワフルで濃密にしたのがアリア 2。T3 プラスが他2モデルに比べ少し中域が減衰広域が明るくドンシャリ感が増してる。なので明るめな弱ドンシャリで選ぶならディンハイハイ T3 プラスを、コスパで選ぶならトリポウィンディアを、濃密さとパワフルさで選ぶならムーンドロップアリア2をといった感じになるかな。波形は似てるけど実機の質感は結構違うものなのね。そうだね、そこが面白いとこなんだよ。そんなわけでムーンドロップアリア2は個人的には欠かせないモデルとなってるね。もちろん他にモデルも使う機会は増えてるけどね。でも去年の年間ランキングに入ってないよ。なんで？それはレビュー動画を作ってなかったから。ランキングは一部例外もあったけどレビュー動画を作ったものの中で選んだからね。ああ、そういうことなのね。ミミーもアリア2すごく気に入ったからポチるわ。そっか、気に入ってもらえてよかった。ということでムーンドロップアリア2のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。